今日なんですけれども、21センチの丸い棒を削って作った自作の手裏剣、あれの巻物を少し変えてみました。これでちょっと遊んでみようかなと思います。少しね、作り方を変えたんですけれども、ちょっとあまり良くないかな。今までにない作り方をしてみました。合わせて中のバランス、これもちょっと変えてみました。これでちょっと実験してみようと思います。まずは近い距離から。ちょっともうちょっと近い距離で打ってみますね。1軒半ぐらい。ちょっと距離を伸ばして2軒半ぐらい行ってみましょうか。ちょっと後ろギリギリまで下がって、調整する前にこれ何度か別の巻物巻いて試していたんですけど、結果的には今この瞬間が今までで一番良さそうですね。立ったまま飛ぶ距離が長い。なんだこれ、面白いですね。ちょっと打ち方変えます。こっちから左上から右下に。やっぱりそうですね。これやるとね、結構私は立ったまま飛ぶ距離が長いか短いかが分かりやすいので、よくテストとかでこれ使うんですけど、なんだろう、よく刺さります。この距離が長いんですよ。で、自然に倒れてくれるので非常に性能はいいですね。押し投げどうなんでしょう。押し投げ、押し投げよりも普通にパスをかけて刺さりますね。よくできてます。これちょっと塗料を変えたんです。塗料というかコーティングの仕方を変えた。で、糸も今までよりも細いものを使いました。なぜならこの手裏剣本体が9ミリなので、9ミリの太さに少し太い糸を巻くと、余裕で10ミリを超えてしまうわけです。で、一応大会のルールが10ミリ以下ということで、この手裏剣で大会に出るかどうかはともかくとして、一応ルールを遵守した形で作ってみようと。そこで非常に細い糸を巻いて、でその糸をがっちりと固めてみました。何が良かったんだろう。今までにないぐらい良くなってます。この前もうちょっと別な太い糸を巻いていたんですけれども、それをやめて細い糸で巻いた。たまたま重心が良かったのかな。ものすごくね、安定します。
圧をかけて2件ぐらいでしっかりと刺さってくれます。そうするとおそらくこの後ろ側を押さえるか押さえないかでもう少し長い距離も打てるんじゃないかなと。ちなみにこれ太さ9ミリの丸棒なんですけど、こういう少し大型の手裏剣、太さ9ミリ長さ21センチ、これをこういった大きさの手裏剣の場合、やっぱり一番練習として楽しいのは下から。これね、本当に簡単なんですよ。大型の手裏剣を持っている方は下からぜひ試してみてほしいです。ものすごく簡単です。少し長い距離で試してみましょう。これぐらい3件ぐらいから、まずは3件いいんでしょう。簡単に届きます。で、無理に押さえていない、自然に倒れる。いきます。よく刺さります。ただね、ちょっと巻物が割れてきちゃいましたね。というか刺さりすぎ。非常によく刺さります。ちょっと割れてきちゃったんですよね、巻物が。ただ4件でも楽に刺さってくれる。安定はすごくいいです。空中での姿勢がものすごく安定します。遠い距離でも強く打つ必要がない、この重さを上手に使って飛んでくれる印象があります。4件簡単に届きましたが、例えば近い距離でも刺さります。結構オールマイティに使える印象。この距離の変化で対応できるってすごいですね。なかなかそんなに強く押さえなくても飛んでくれるので非常に楽です。がちょっと押村区はこの作り方は良くなかったのかな。割れてきちゃいました。がっちりと固めたんです。固めるためにちょっと今まで使ったことがない素材を使って固めてみました。というわけで今日は新しく巻物を作った手裏剣のテスト、これをやって遊んでみたんですけれども、結果ものすごく性能いいです。いやー、よかった。いい手裏剣ですが、強度がちょっと足りず割れてしまった。反省です。これはでもすごくいいバランスなんですよね。何か別な方法ないかな。いや、原因は分かってます。硬すぎたんです。薄くて硬いコーティングを作ってしまった。だからそのコーティングが割れてしまったんですよね。中の素材がちょっと柔らかかったのかな。だから中の素材がぐっと動いて、多分内側からひび割れてきたんじゃないかな。
中から押されて割れただと思います。結構ねいい作り方になるかなと思ったんですけれども、硬すぎるとやはりこういうことが起こりうるということはよく分かりました。ですがこのバランス自体はすごくいいです。おそらくねこれ私以外でも意外とオールマイティに使えるんじゃないかな。距離に関係なくこの倒れるまでの時間が長いんですよ。なので距離を稼げる。で倒れるまでの時間が長いといってもそれはある程度こう調整できるので、遠い距離専用というわけでもない。先ほども打ったように近い距離でも遠い距離でも刺さる、なかなかいい手裏剣でした。この強度をどう確保するか、とりあえずこのバランスはちょっとメモを取っておいて次の宿題にしたいと思います。本当に良かった。この課題をどう克服するか宿題をもらった気分です。こんな形でいろいろ遊んでいますので、もし何か気になるようなことがありましたら気軽にコメント欄に書き込んでみてください。それといつも高評価、グッドボタンを押していただいている方、本当にありがとうございます。今回の動画も面白ければ高評価、グッドボタンを押していただければと思います。よろしくお願いします。では今日の動画は以上です。最後まで見ていただいてありがとうございます。失礼いたします。